ちゃ朝やな。バスでっかおい。ガチで修学旅行やバスでかいって。広島ぶりやった俺。すごい修学旅行すぎるってでかっ。めっちゃ運転手さんよ。おはようございます。運転手さんおはようございます。ありがとうございます。来た。こういうバス乗ってみたかったんや。ガチで修学旅行おいこれ好きな人と横なれるよ。こういう感じで好きなバス。朝の2時半やで。朝の4時やで今盛りすぎやろ。ちょっと待ってちょっとワクワクしてきたこれはすごいなこれ。うわこういう感じね。これ YouTube にも流してほしいな確かに。ほんまやな持ってねこれ。流れるんじゃんちょっと流れるんちゃう。ちょっと。気抜けへんなこれ。誰が一番朝の顔してる。帰るお前また喋ってないもん。喋ってる。同じタイミングそうやんな。入り口までめっちゃ喋ってたやん今日。ちょっとここ見ていいですか一回出たいよね。 8分だけ。3分は寝とる。正直睡眠不足正直。10分でやる皆さん行きますよ。はい運転手さん出発お願いします。お願いします。レッツライド。お願いします。お願いします。今日もありがとうございます。というわけで行ってきます。マズです。行ってきますね。マズレオ出てね。確かにお家出た。初めて。あんな部屋出て。やっと出た。あんな部屋なんか出てなもう。初めて二度と戻らへんから。解放されたわ。撮る時はもう本日は箱根旅行。ありがとうございます。マジで箱根。そもそもね今日箱根に行く旅行意味があるんですよねたっくん。意味ないよ。ねえたっくんがないっしょ。ねえよ。ただの遊びでしょ。そんなのねえよ。違うんですよ。4月からね始まる僕たちのライブツアー、マーズのファーストアリーナツアー、シャルウィヒットザバンクエットで、下手すぎやろ。シャルウィヒットザバンクエット。普段カンペないから急にカンペやったらおかしくなるんよシャルウィヒットザバンクエットな。今つかかってきたやつはこいつらアホやな。アホやな。シャルウィヒットザバンクエットで、心を一つにするための旅行ということで。なんてっちゅうのにね。何回せなあかんねん。さらにはい。さらに。何しよう。じゃあもうカンペないからさ自分の言葉じゃないから待ってるから早めくしたっても。取っちゃおうかなじゃあ一応。まずちょっと取ってもらう。ですってねそう結局ねフラッシュ焚いたんですエモいわね出たね。いいね。よっしゃちょっと寝ていいんかな。寝ようか。ちょっと寝ていい。待って大事なやつがあるようわもう。うるさいもん。何ガチャガチャ砂かまり。マズで起きて皆さん、何？なんかゲームしない？下手くそかお前。大丈夫。マンションやりたいんですよね。久々に。まだやりたいんかよ。じゃあ最近やってないんですよ楽屋でも。まあやってないけど、ちょっとねブームは過ぎたな俺らの中の。いやだからあとさメンバーに権利ない。一番後ろの席さ、多分下がエンジンやからさ、すっごいみんなの声聞こえづらいのよ。あそうなの。俺の声もずーっとこの辺でボボ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 って言ってる。俺の声ボーそうみんなで上へ参りますって言ってね。ちゃんと上へ参ります。一回止めへんのか。そうでちゃんと上へ参りますはいまで言ってね。上へ参りますはい行きますよ。やべえもう始まっちゃうの。誰から行く？高々ぐらい。マンションマンションぐらい。いいねマンション。はい101から107へ。107から103へ。 103から105へ。 105から108へ。108から102へ。 102から107へ。 107から103へ。 103から105へ。 105から102へ。102からせーの上へ参ります。202から103へ。 103から202へ。 202から101へ。101から108へ。 108から105へ。105から108へ。108から104へ。参ります。俺のとこにも来いよ。何番？誰やお前。誰やお前。1万が6やねん。言ってあげよう。いきますよ。せーの上へ参ります。204から101へ。 101から202へ。なんかあったかいな。天気？なんか今日お天気やん。世界一好きな歌丸です
マーゼルってさほんまに優しいなみんな。確かにな。なんか忘れ物したらみんな怒る。イエーイ。何人の金から出してもらって。マジでかっこいい。やっほー。いや声太い太響いてた？俺思うねんけどさ、このちょっと寒いぐらいの露天風呂とかが一番気持ちよくない？やばいよね。絶対気持ちいいやん。ディキ興奮してきた。やばい、興奮してきてどうしよすごい。すげえう。。本当にガチガチなやつだ。やば。おかみが。料理の先生がいつも言ってるやつや。せーの。じゃじゃ温泉や。すげえ。温泉ある。マジで温泉がついてんだ。すごい。すごい。温泉や。湯気立っちゃってるやん。えぐい。すげえ。ちょうどいい。また落ちんだよまた入る。やめよう。ディアミッションじゃない。ディアミッションちゃうぞこれ。めっちゃちょうどいい。すごい。やばい入りたい。行こう。温まるやろな。ここからほんまに今くつろぐだけでいいらしい。ほんますか？でも目開けたらどこにも温泉行きますどこにもカメラある。行きたい。ここ入んないですか？入りたい。ここに入るんですか？で温泉入りたい。ここなんですか？ここ貸し切りなんで。でも早くもう入る。じゃあ脱いでいいですか？いや、映るだろ。もう脱ぐよじゃあ。全裸で行こう。いいよ。残念やけど脱ぐよ。一旦見とくわ。俺らも見るのおもろくない？それ入ってるの。まだ全裸なってるとこ見るわいく。変態。いや、お前が言い出したやんけ。見んといて。なんで胸押さえんねん。それな。最初違うやろ絶対。なんか仕事の話。無理や。めっちゃおもろいやん。いつか助けた白鳥来たのか。そこまで泣く人おる？あれ？恩返ししに来たかもわからん。泣きすぎやろ多分。セクシーななんか。あいつおもろいな。これ使えんの？使いたいなこれ。逆にこれ初めてじゃないやろ。どうぞ。失礼します。失礼します。あ、そう。ほら。うわ、超まずい。何早く言って。マゼ部屋大丈夫？これですげえ。じゃあ美味しそう。せいちゃん、こうやってそっちからいきます。はいチーズ。いい写真ですき。チーズ。もちろんですめっちゃいいんすけど。でもさ、8人でご飯行くのってさ、何ぶりやろガチで。あれだから打ち上げとかぶりじゃない？ピペぶりじゃね？違う？あ、ピピブリや。ピピぶり？ピップからは行ってるやろ多分。やってないよ。なんならプライベートは行ってる。プライベート全然行かないから。龍騎の誕生日の後にピピやった。そうです。2個やっていただく。俺らやっおお。つけた？ね、止めてる。つけてない。つけずに。マジでうまい。じゃあそのまま行こうか。うますぎるー。これもね口の中でとろけてねほっぺが落ちました。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。これさ、風とか湯葉とかいただいていい？風やばい。風マジやばい。湯葉やばかったんだ湯葉食い。肉さもうボコボコボコって入れてこけど。ボコボコ入れる？こっちが何やってて？肉ボコボコだ。ビーフなんちゃらかんちゃらみたいな。お肉最高。野菜さバーって入れて。肉ほんまにうまいよ。うま風食べたか？ー。まだ。すいません湯葉いただきます。いただきます。おもろい。元気やね。おもろ。元気は一番よ。うますげえやって親御さんも安心やわ。まあ僕たちね前回ファーストアルバム出して、次セカンドアルバムじゃないですか。嬉しいね。はいすごいよアルバム出すのって。なんか自分たちの変化とか、パレードからってこと？そうそうそう、まあ環境もそうやし、ファーストアルバムの時はなんかマーゼルのカラフルさみたいなアルバムだった気がするんですけど、なんか今回のセカンドアルバムはなんか8人のカラフルさみたいな方がなんかすごい確立した感じが一体じゃなくてね、なんかそうだからこそマーゼルがよりカラフルになりましたみたいな。いやアルバム面白いよ今回も。なんかその一人一人のなんかアーティシズムみたいなのがしっかりなんか確立されてからこそのセカンドアルバムだからすごいなんかより
説得力みたいなものが増してるアルバムになってる気がしますね。作曲も入ってるしね。何人か。そうね。アルバムに参加させてもらってね。こんな3年目とかやんな。まだ3年目すごいね。であんまないです。メンバー2人がアルバム制作入れることあります？しかも結構ちゃんとしっかりやからな。しっかり曲作ったよね全部。大変そうやったな。年末でなんなら11月ぐらいからマジどうしようってやってたもんな。ね。いろいろね考えながらね。俺マジでそれこそなんか声の芯の太さみたいな全員変わった気がする。なんかイヤホンで聞いてたりしててもめっちゃわかる。レコーディング変わったよね。なんか変わったねレックの声。だからもう過去のやつほんまにちょっと恥ずかしい。撮り直したらマジでいいよね。俺ビビットとか撮りたいね。クリームトゥダンスやばい。やばい。ケームね。めっちゃ撮りファン直したい。タジーとかガチ恥ずかしい。デビューアルバム、デビューシングルか。やばいわもう。確かにはやりたい。俺声変わりしたかも普通に。マジで声低くなったなんか。わかるわかる。でも俺は全然なんかある。使い方が上手くなった可能性もあるで。この年やったら。カイリュウも結構変わってない。いや変わってる。太さ全然違う。太くなってってしゃあないね今。止まらへんの。太くなりすぎて。太が。いいことよ。すごいっしょ。でもさ太かの方が良くない？そう。深い深い。いい声持てたって思えてる自分で。そうだよね。もちろん本業は音楽だし、音楽をみんな一番頑張ってるんですけど、こうしたマゼ部屋だったりを知ってもらう機会が増えて、すごいよ。改めて自分たちの素をなんか愛してくれてる新規の方もいたりとか、昔からのミューズもいてくれて、なんかなんだろうな、それでチームマーゼルができてるなっていうのを改めて感じれたので、どんな曲を出そうがどんなマーゼルのなんだろう素の性格でもなんか愛してくれるっていうことが分かったので、その愛を広げればもっとこうマーゼルを知ってもらえるんじゃないかっていうのを最近つくづく思うので、つくづくね。はい、だからこれからも頑張っていきたいなっていうシンプルにポジティブな気持ちがまた新たに今いいね。胸の中に刻んでます。おお刻んじゃってる。ありがとうございます。刻んじゃってるんだね。目に刻んだんですね。刻んでます。めっちゃ低くない？前よりなんか知ってますとか押してます。ああそうそう。その親戚とかが。あ親戚とか親戚が通ってる病院とか。めっちゃ低くない？地元の友達の彼女さんとかね。リアルに。そうなんや。俺のいとこのリク兄ちゃんとかね。誰なの本当。さっきから誰やねん。センターバックにセンターバックに似てる人な。誰なの？全員誰なの？やっぱ似てるよなやっぱ。知らんねん。知らんから。でもなんかやっぱ毎日一緒にいるからなんかここが明確に変わったなっていうのがなんかあるというよりかは、こういう風に今みたいになんか昔の例えばじゃあ1年前とか2年前の昨日もちょうどなんか一人でマーゼのライブの映像とかを MV とか見てたんですけど、うわここ全然違うなとかなんかそう1年前の自分たちと今比べると昔の自分を見たら今こんだけこういうとこ成長できてるんだなっていうのがなんかもちろん個人的にもそうだけど、全員もう8人全員がそうだし、やっぱそれって日頃のいろんなお仕事もそうですけどツアーとかでいろんな各地回らせてもらったりとか、そのなんだろうね個人のお仕事もそうだけど毎日毎日多分徐々に成長していけてるんだなっていうのは、でこの道が多分間違ってないんだろうなっていうのは、やっぱ感じるから、やっぱ社長含めたくさんのスタッフさんに、その素晴らしい環境にやっぱ入れてるなっていうのは、つくづく思いますね。確かに間違いない。間違いない。いや俺マジでこんな早くにアリーナ立てると思ってなかった。俺もマジでそれはそう。しかもやっぱ 2days とか 3days もあるし、 3days やばいやろ東京。ですよ。シンプルにやばくない？普通に。でもそれこその昨日竹下通りに半分ぐらい竹下通り歩いたの。歩いたんだ。帽子かぶってめっちゃ気づいてもらった。めちゃくちゃ増えた。めちゃくちゃ気づいてもらったの。めっちゃ増えるさ一気に今年とか去年ぐらい最近嬉しい。めっちゃそうなんや。声かけてくれる。めっちゃ声かけられる回数が増え増えた。たっすね。そうや言うてんねんだかその話ずっとしてる。ら。そうや言うてんだから今。うるせえな。俺らにごめんねして。でかいお前うるさい。ごめんね。優しいよ。もううるせえ。でかいお前。もうねちゃんと話せてるからか分からんけどカンペが出なくなったね。ちょっとアルバムの話しようや。アルバムまでの話したからアルバムの話。するか。クローバーするクローバー。クローバーのね。話する？歌詞
まあ歌詞もだけど曲もだけど結構こだわりまして、そう最近さすごい勢いありがたいことにたくさんあったり、なんか新規の、新しく好きになってくれたミューズもたくさんいらっしゃるじゃないですか。でもそれもすごい嬉しいんですけど、やっぱそれがたくさんなんかミューズになってくれるきっかけの一つでもある、なんかやっぱずっとミューズでいてくれた人たちのなんかあったかい雰囲気みたいなのがすごいなんか素敵やなって思って、なんかそういう人たちがもしかしたらなんか大きくなっていくことにマズルがなんかちょっと寂しいなみたいな気持ちも多分ちょっとあると思うんですね。なんかそういう気持ちに寄り添いたいなっていう思いもあって、やっぱそのクローバーって結構幸せの象徴みたいな感じじゃないですか。でそのなんかイントロになんかフェイクみたいな感じでなんか歌詞足して足されてたね。それどういう意味なの？そうデモの時なかったの。 I mean to be your clover っていうなんか僕はあなたのクローバーになる運命だったんだよっていう歌詞なんですけど、やっぱその8人でステージに立つこともそのあなたがミューズになってくれることも運命だったんだよっていう意味を持ちながら、やっぱステージの上で輝き続けてずっとここにいるからなんかいつでもなんか幸せになりに来てねみたいな曲にしたいなって思って書きました。いいね。いや泣けるな。だから初めてのミューズだけに書いた曲です。ラブレターはそうだよね。手紙だったもんね。メンバーに対して。次はミューズだけに。正真正銘ミューズね。正真正銘ね。いや嬉しいんちゃう。BMC であんな曲調聴けると思ってなかったんちゃう。確かにグループでね、新しいね。あったかい明るい感じ。先に TOP からいきますか。ハヤト曲。TOP だ。はい。ハヤト。ついにハヤト曲。いいね。本当についに過ぎるぐらい僕もめちゃくちゃやってみたいなと思ってた曲調だし、なんかデビューしてからなんか1サビとかなんかそういった大役をしたことがなかったので、なんか任せてもらえてるっていう事実だけですごく自分の自信にもつながったし、やっていくうちになんか自分の成長にもつながるような曲になるかなともすごく思ってるので、なんかツアーがめちゃくちゃ楽しみ。確かに。どんな感じで TOP のハヤトどんなんやろな。かっこいいで。いや妄想してたもんな、うちらのランウェイ。ランウェイ入れてもし花道があったらな。花道があったらバチン顔抜いて。いいね。歩きたい。いやね。単発にもしてね。単発もっと単発にして。もっとスキンでオレンジ。スキンでオレンジ。スキンでオレンジや。スキンでオレンジにしよう。染まるんか。染まる。せいちゃんの曲。生徒のね。メーカーズね。メーカーズね。メーカーズだ。これはいろいろ話せることあるんじゃん。いやあるよ。まず誰と一緒に作ったの？サス君とサス君や。サス君とありがとういつも。マイファーストストーリーの翔そうなの君。よ。やばいね。それは正直さ、生徒がほんまに個人的に連れてきてくれたとも言っても過言じゃないよ。プライベートで。プライベートでちょっと仲良くさせていただいてて、それこどこから繋がんねんそれ。そサス君は僕が17の時からの知り合いで、あ、そうなんや。結構もう7年8年ぐらいの仲なんですけど、あ、そうなんや。自分たちがしっかり誇れるものをちゃんとこう言葉に残せる曲を作りたいっていうのと、俺らの歌なんやあれは。そう自分たちがこう証明してきたものも今からすることもこの一曲に全部込めたいなって思って、生徒がずっともうどうしようって2、3ヶ月言ってたから。いやもうねほんまにやっぱね俺結構時間かかってしまうタイプの人間やから、もうそんな前からもう着手してたんや。そうそう、メーカーズっていうのはこうなんかこうゼロからこう作り出す、作り上げていくみたいな。作り上げていく。あれなんで Z なん？そう S をね。確かに。M から始まって Z で絶対終わるっていうのは絶対決めしたくて。MZ やないか。お前それ MZ やねんから。そう確かにそういえば Z だ。生徒やから綴り間違えたんかと思う。生徒やこれワンチャン間違えてるから。形に意味があってなちゃんと。いやそれミューズにも言われそうやけど。言われないよ。あれって間違えたの？わかる。言うたら俺はわかる。そしてついにあ、そうね。ザ・ボイスです。それはもう話さないとね。これはしたいね。1年寝かせたよね。どういう曲って言うんやろなあれ。なんなんやろなあれ。どういう。もうザ伝える曲っていうか、もう本心。初めて聞いたのはいつだった？大阪情報部追加公演。だいぶ前じゃん。だからジョーカーの立ち位置がもしかしたらジョーカーだっけボイスになってた可能性があんねんな。そうや。ジョーカーから買ったんだ。でもそこではないよねってそうそう一回貯めて、
ついに食べたね。ジョーカーはジョーカーで収録曲っていうねそう贅沢やね。俺の中ではなんか一番そのマーゼルが BMSG であるっていう本当証拠になりうるような曲にはなると思います。確かに。ツアーでもどんな感じやろな。ちょっとまだ始めてんけど。ね、楽しみやな。楽しみやな。これ今の状況ってこう想像の通りに進んでますか？いや全部想定外。いい意味で想定外。いい意味で想定外。予定通りじゃないもっと上をですね行ってるって感じですね。あ、上を行ってる。思ってたより上を絶対いけるとは知ってたけど、もっと早まってくれた感はありますね。ね、そう行きたいはもちろんありました。そういろいろあったしな本当に。マジでいろいろあったね。じゃあそろそろ本音トーク始めるか。やばい。ついに言えへんことも多いしな。言えへんことの方が多い。別にね、悔いとか気遅れは別になくてって感じですね僕は。やっとかな俺はそれは。あった最初。まあ。ちょっとずつ顔向けできるようになってきた。なんかマジで常にずっとこう壁が押し寄せられてる感っていうか、なんかどうにかしないとみたいな、一生自分たちを誇りに思うことができひん状況みたいなのがもう、あったな。俺たちもっと頑張んないとなみたいなのがもう続きすぎて、でも頑張ってたもんな。もうやっと最近そう少しずつこうアーティストもこうやってマゼ部屋も少しずつ誇れるようになってきたというか。マゼ部屋をご覧の皆様、お帰りなさい。タクトです。僕たちのセカンドアルバム「バンクエット」が4月8日にリリースされました。ミュージアム版では、今回のマゼ部屋特別編のフルバージョンが収録されています。なんかサブタイトルにたっくんも気分ウキウキって書かれてたんですけど、あれ全然僕に許可とかなく勝手に書かれてました。はいけど確かに僕もあの日はすごく気分ウキウキでした。伝わってるかわからないですけど、心はすごくウキウキでした。だしまた一つみんなで素敵な思い出ができて、こんな機会をいただけてありがたいです。本当にありがとうございます。ぜひ僕たちのセカンドアルバム「バンクエット」をよろしくお願いします。